さあファミコン大図鑑。1985年の暮れ、ブームは止まらない。空を飛んで忍者が飛んで事件が起きる。今回も誰も知らなかった話が隠れてるんだ。最後まで見てってね。スカイデストロイヤー覚えてる？ゼロ戦の後ろ姿越しに空が奥へ奥へと流れていく空戦シューティング。真横スクロールばかりの時代にこの視点はそれだけで事件だった。そしてこのゲーム37年も解けなかった謎を抱えていたんだ。奇獣も魚雷もダマ数はまさかの無制限。昼から夕方、夜、そして夜明け、時間帯が移り変わって要塞を壊せば一面クリアだ。無敵になる裏技もある。タイトル画面でセレクトとスタートを押しながらリセット。敵の弾も体当たりも効かなくなってあの空をのんびり眺められたんだ。さて37年の謎の答え合わせ。説明書に載っていた10万点の隠しキャラ幽霊船ゾンビ。狙って出すのはほぼ不可能でランダムでしか出ないが定説だった。この謎が解けたのは2022年。発売から37年後に正しい出現条件がようやく突き止められた。ファミコン屈指の長生きした都市伝説だったんだ。忍者じゃじゃ丸くん覚えてる？妖怪だらけの城に赤い忍者がたった一人で乗り込む。手裏剣と忍法でさらわれた桜姫を助けに行くんだ。この赤い忍者実はある人物の身内なんだけど、それは最後に。切り札は忍法ガマパックン。画面いっぱいの巨大なガマガエルにまたがって周りの妖怪をパクパク食べ尽くす。ピンチで決まると最強に気持ちいいんだ。ステージ7には夢の裏技がある。桜姫の真下からジャンプで頭を天井にぶつけて姫を跳ね上げる。着地の瞬間25万7000点の特大ボーナスな。じゃあ身内の話。ジャジャマルは40本目で紹介した忍者くんの主人公忍者くんの弟なんだ。兄の人気から生まれたスピンオフが大ヒットして続編を何本も重ねた。そして発売から40年経った今も新作が動いてる。弟の方が出世したんだ。おにゃんこタウン覚えてる？母猫のミルキーが家出した子猫のマイケルを探して街を走る。可愛い見た目なのにこの街やたら物騒なんだ。そして名前を見てあのアイドルを思い出した人、その話は最後にするよ。街で車にはねられるのはなぜか猫だけ。犬は平気で道路を横断する。そして包丁を持った魚屋のおっさんは倒せない。ひたすら逃げるしかないんだ。マンホールの蓋を開けて追ってくる犬をポトンと落とせる。でもたまにそのマンホールからヘビが出てくる。説明書のどこにも載っていないこの町の闇の住人だ。で、あのアイドルの話。おにゃんこタウンとおにゃんこクラブ、中身は全くの無関係だ。ところが発売元のポニーはおにゃんこクラブのレコードを出していた会社そのもの。名前はあやかり、版元は本物。1985年らしい人を送ったオチなんだ。パチコン知ってた？ファミコンに史上初のパチンコゲームがあったんだ。出したのは任天堂でもナムコでもなく音楽レーベルの東芝 EMI。 そしてこのカセット、誰にも読まれるはずのない文章を隠し持っていた。広告のコピーは18歳未満大歓迎。パチンコが大人の遊びだった時代に子供が茶の間で台を打てる唯一のゲームだった。最大の売りは240種類の台を搭載。でも中身は羽根物120とデジパチ120で台ごとに釘が少しずつ違うだけとも言われて、当時から半分ネタ扱いだったんだ。さあ隠された文章の話。このソフト、通常はアクセスできないロムの奥に開発者本人の愚痴と裏話がローマ字でびっしり書き込まれていた。プレイヤーが読むことは想定されていない開発現場の生の声だ。40年後に掘り出されて読まれるなんて本人も思っていなかったはずなんだ。パックランド覚えてる？あの丸いパックマンに手足と顔がついて走って飛ぶ横スクロールアクションになった。ゲーセンで人気だったのに家で遊んだ子の多くが途中で投げ出した。それには理由があるんだ。元ネタはアメリカで放送されていた TV アニメ版のパックマン。ゲームがアニメになってそのアニメがまたゲームに戻ってきた珍しい往復の一本だ。操作が独特すぎた。ジャンプ専用ボタンがなくてボタンを押すたびに走る向きが右左と切り替わる。思った方向に走れないと戸惑った子が続出したんだ。ここで40年越しの答え合わせ。実はコントローラー2に持ち帰ると操作方式が変わってぐっと素直に動かせるようになる救済措置が用意されていた。
1コンだけで頑張ってベースを書いていたあの日の自分に教えてあげたい。40年越しの答え合わせだ。マッハライダー覚えてる？西暦2112年、荒れ果てた世界をマシンガン付きのバイクで走る任天堂の異色レースだ。暗い BGM に地味な画面なのに妙に忘れられない。そしてこのライダーの正体をファミコンで遊んだ君は知らないはずなんだ。作ったのは後に星のカービィやスマブラを生む春研究所だから。 BGM はスマブラにアレンジ収録されて、マリオカート Wii にはマッハバイクも走ってる。自分でコースを作れるデザインモードも積んでいた。マリオメーカーの30年前だ。ただし保存には別売りのデータレコーダが必要で、持ってない子の力作は電源を切ると消えた。それじゃあ正体の話、マッハライダーは女性だ。ただしファミコン版では最後まで明かされない。わかるのはゲームセンターの VS 版だけ。面をクリアするたびスーツを脱いでいって最後に正体がわかる仕掛けだった。サムスの1年前に任天堂の実は女性でしたは始まっていたんだ。エグゼドエグゼス覚えてる？昆虫の大群を撃ち落とす縦スクロールシューティング。なぜか道にフルーツが転がってる。友達と2人同時プレイができて、そして画面がとにかくちらついた。あのちらつきただの欠点じゃ終わらなかったんだ。この名前、意味のある言葉じゃなくて完全な造語。濁音がつくと強そうという理論で作られた。開発者がスーパーで濁音の商品名をメモしていたらライバル店のスパイと間違われたなんて事件付きだ。作ったのはカプコンなのに、発売元はゲーム雑誌を出していた徳間書店だった。当時は1社が年間に出せる本数に制限があって、枠から漏れたこの1本は権利ごと譲渡されたんだ。そしてあのちらつきの真相、敵が増えると束も敵も消えるあの激しい画面の乱れ。当時のゲーム雑誌はこれをエクシェス軍のフラッシュ攻撃だとまるで敵の必殺技のように紹介した。ハードの限界をしようと言い張る、そんな時代の空気ごと記憶に残る一本なんだ。バーガータイム覚えてる？巨大なパンや肉を踏んで下の段に落としてハンバーガーを組み立てる。追ってくるのはソーセージと目玉焼きとピクルス。食べ物に追われながら食べ物を作るシュールな一本だ。実はこのゲーム全部がある一文から生まれてるんだ。日本での元のタイトルはハンバーガー。海外に出るとき商標の都合でバーガータイムに改題されて、その名前のまま日本に逆輸入されたんだ。唯一の武器はなぜか胡椒。振りかけると敵がくしゃみで止まる。落とす具材の上に敵を乗せればまとめて下まで一網打尽にもできた。じゃあ種明かし。主人公のコックの名前はピーター・ペッパー。元ネタは英語の早口言葉ピーター・パイパー・ピクトはペック・オブ・ピキュードズ・ペッパーズだ。この一文に主人公のペッパーも敵のピクルスも入ってる。名前も武器も敵も全部早口言葉一つから生まれていたんだ。一揆覚えてる？農民のゴンベとタゴ作がたった2人で悪代官に立ち向かう一揆アクションだ。クソゲーなんて呼ばれがちだけど、実は70万本を売った大ヒット作。そして最後まで遊んだ子だけが見た謎の文字列があるんだ。基本武器は投げ鎌。マップに落ちてる竹槍を拾うと武器が変わる。でも実は竹槍の方が弱い。拾うと不利になる外れ武器だったんだ。一揆の相手が侍じゃなくて忍者なのにも理由がある。このゲームは鎌を投げる飛び道具が主役の作りだから、相手も手裏剣を遠くから投げてくる忍者じゃないと成立しなかったんだ。さて、謎の文字列の話。面をクリアするたび画面にアルファベットが一文字ずつ出る。全8面分並べると ERAWTFOS。 逆から読むとソフトウェア。3電子の実在キャンペーンの暗行で全部集めた子だけが景品に応募できた。エンディングのないこのゲームの最後まで遊んだ証だったんだ。オートピア連続殺人事件覚えてる？刑事のボスとなって相棒のヤスと神戸の殺人事件を追うファミコン初の本格アドベンチャーだ。犯人の名前は日本一有名なネタバレとして知られてる。でもそれを広めたのが誰かは知ってる？原作のパソコン版はシナリオも絵もプログラムも堀井雄二がほぼ一人で作った。ファミコン版で発明したコマンドを選ぶ方式は翌年のドラゴンクエストに受け継がれていく。遊び心も山盛りだ。電話で00にかけるとリカちゃんが推理を手伝ってくれる。操作が佳境に入るとバービーの家に行くと断られるんだ。
それじゃネタバレ派の話。1986年1月、ビートたけしがラジオの生放送でこのゲームを実況して犯人の名前をうっかり口走った。睡眠ゲームで最悪の大事故。なのに放送が話題を呼んで売り上げはむしろ伸びたと言われてる。日本一有名なネタバレは日本一の芸人が作ったんだ。今日はここまで。この10本君は何本遊んだ？当時の思い出コメントで教えてね。次回は81本目から90本目。世界一弱い探検家も待ってるよ。次の10本でまた会おう。